皆さんこんにちは。今回は銀山温泉能登屋旅館をご紹介します。温泉好きの方であれば知らない人はいないであろう銀山温泉の始まりは今から約400年以上前の慶長年間、この地にあった延沢銀山の皇府が発見したため銀山温泉と名付けられたとされています。 NHK の朝の連続ドラマおしんの舞台になったことでも有名ですよね。銀山温泉には12軒の宿があるとされていますが、今回は銀山温泉で一番の人気宿とされ、予約の取りにくい能登屋旅館の最も人気のお部屋とされる本館川側の和洋室に宿泊してきました。登録有形文化財の宿の歴史と伝統、人を守る会の素晴らしい温泉、まさに感動の宿泊でした。見どころたっぷりですので最後までじっくりとご覧ください。能登屋旅館の駐車場に到着しました。銀山温泉街には車の乗り入れができないため、途中の駐車場に車を置いてそこから宿まで歩く必要があります。駐車場では係の方がバイクで荷物を運んでくれます。銀山温泉の入り口にある白金橋、ここが大正ロマンへの入り口です。さあここからしばしの間タイムトリップを楽しみましょう。大正ロマンと言われる和洋折衷の銀山温泉の独特の景観は、大正時代の大洪水後の復興時の洋風建築によるものとされています。その後、家並み保存条例が施行され、外観を保存する努力がされています。映画のセットのような銀山温泉の素敵な街並みを歩いているとテンションが上がってきますよね。夜の素晴らしい景観も後でたっぷりとご紹介します。歩くこと約3分、能登屋旅館に到着しました。宿の概要をご紹介します。能登屋旅館の創業者は木戸佐左衛門。石川県の能登出身で、明治25年に能登屋を創業したとされています。正面に見える建物は大正10年に完成した木造3階建ての本館。本館中央にある独特の構造の談話室の内部は後でお見せします。現在の能登屋旅館は4階建ての本館と2階建ての別館から構成されています。こちらの見事な絵は鏝絵。左官職人が鏝を使って描く日本独特の漆喰装飾です。こちらの鳳凰と霧の装飾も左官職人による昭和7年作の鏝絵。中央には創業者木戸佐左衛門の名が記されています。映画「千と千尋の神隠し」のモデルとも言われる赤い欄干と木造の橋、そして大正時代建築の本館のコントラストは銀山温泉街でもひときわ目立ちます。外観は条例により大正時代当時そのままです。素晴らしいですよね。能登屋旅館は銀山温泉では唯一の登録有形文化財かつ日本人を守る会会員。洋風の石組みの門と和風の一枚板の能登屋の看板はまさに和洋折衷の大正ロマン、歴史と伝統を感じる重厚なエントランスとなっています。玄関は日本の旅館らしい玄関になってますよね。フロントからロビーです。外で着られるように赤い上着が用意されていました。上にあるのは能登屋の家紋五三の霧。ロビーの脇にあるカフェ山帽子では朝食後コーヒーをいただけます。こちら側にもロビーのようなスペースと売店がありました。こちらは売店です。小さめの売店ですけれども、スナック菓子や絵はがき、山形の民芸品や地元の食材などが売られていました。こちらの橋は能登屋の象徴であるだけでなく段差も解消しているようです。おしん撮影当時の大女将と女優の音羽信子さんの写真がありました。
チェックインです。夕食は時間を選択、朝食は7時半から9時までの時間帯でフリータイムとなっていました。大浴場と貸し切り風呂の説明、貸し切り展望露天風呂の予約などを行いました。お部屋までは案内していただきました。お部屋をご紹介します。はい、今回のお部屋はこちらの林道というお部屋になります。鍵はね、こんな感じの鍵ですね。じゃあ開けてみます。まず入るとね、こんな感じの板の間の廊下になってますね。そしてね、こちら側にトイレが、でトイレはね、一般的なウォシュレット付きのトイレということになってますね。こちらにね、お手洗いもありますね。こちら側にベッドルームがあるんですね。でこちらにカーテンがついてますけれども、このカーテンちょっと開けてみますね。カーテンを開けるとこんな感じで、別館の塔とね、それから山の景色がね見えますね。さてこちらに来てみます。まずお部屋に入る前にこんな感じで、水場といいますかね、そういうものがありますね。こちらが洗面になってますけれども、洗面はやっぱりかなりシンプルで、こちらにドライヤーがあって、あとはティッシュがね置いてありますけれども、こちらにはポットとお茶の茶碗ですね、置いてありますね。そしてこちらにはね、急須ですね。あとは、ほうじ茶のねティーバッグが置いてありますね。あとコップですね。そして冷蔵庫ですけれども、冷蔵庫の中にはね特に何も入ってないですね。それではね、先にちょっとベッドルームから見てみたいと思いますけれども、ベッドルームはねこんな感じになっています。おそらくね、ベッド付きのお部屋はこちらの林道だけじゃないかと思いますけれども、こちらのベッドなかなか立派なねセミダブルぐらいの大きさのベッドで、マットレスはねシモンズ製のマットレスということですね。ベッドサイドのテーブルとランプがありますね。能登屋旅館の外観からするとね、こういったベッドルームはなかなか想像がつきませんけれども、とてもありがたいですよね。さてリビングルームに行ってみます。こちらがねリビングの和室ということになります。まずはねちょっと奥の方まで行ってみましょう。こちらのね眺めが素晴らしいんですよね。そしてこちらの本館川側からはこんな感じで2階ですけれども、銀山温泉の街並みが見えるお部屋ということになってます。ちょっと窓をね開けてみますけれども、お部屋からの景色こんな感じです。下にね銀山川が見えて、そしてこんな景色が見えます。どうですか、これ素晴らしいですよね。おそらくね能登屋旅館では一番いい景色がこのお部屋から見えるのかなというふうに思いますね。実はねここにこの表側に固定っていうね絵が飾られてますけれども、ここにはね能登屋と創業者のね木戸左衛門っていう彫られたようなそんな感じになってまして、そしてそちら側から銀山川がずっと流れていて、非常にいい川の景色が見えるということになってます。そしてこの和室の奥はねこんな感じで広縁のような感じになってまして、テーブルとチェアが置かれてますよね。こちらの奥にはねクローゼットがこんな感じでありますね。そしてこちら反対側にはドレッサーのようないわゆる鏡台ですね、そういうものがありますね。そして改めて窓側からお部屋を見てみるとこんな感じになっています。和室側はね広縁まで入れると13畳ぐらいのかなり広い和室リビングになってまして、
こちらは床の間です。床の間もかなり立派ですよね。そしてテレビが置いてありますね。テレビは30インチ、32インチぐらいのね、テレビになってますね。そして下にはセーフティーボックスがあるということですね。それからこちらにね、アメニティがありました。歯ブラシとヘアブラシとシャワーキャップが置いてありますね。あとはね、こちらに浴衣とジンバオリがありますけれども、こちらはね、子供用ですかね。あとはね、こちらフェイスタオルですね。能登屋旅館というふうに書かれてますね。それからね、能登屋旅館について少し説明をしたいと思います。能登屋旅館はですね、本館が4階まであって、その本館4階と別館の1階がね、廊下でつながってるんですね。で、別館は2階まであるということになってます。能登屋旅館は全体で本館に9部屋、それから別館に6部屋あるんですね。それで、今僕らが泊まってるのはこちらの林道というお部屋で、これは本館のね、川側、こちらが川側になるんですけども、本館の川側のお部屋ということになります。本館のね、川側のお部屋は、全部で8部屋でしょうかね、ありまして、基本的にはその川側のお部屋というのは人気があってね、なかなか予約が取れないお部屋ということになります。特に僕らが今いる林道っていうのは、能登屋旅館では一つだけのね、ベッド付きのお部屋ということで、これかなり人気のお部屋ということになっています。大浴場はですね、別館の1階にあるということで、こちら内湯と露天風呂があるということですけれども、こちらに関しては撮影の許可をいただいてますので、こちらは後でお見せしたいと思います。貸し切り風呂は2つありまして、1つは地下にある洞窟風呂という、もともとのね、能登屋旅館のもともとのお風呂ということらしいんですけれども、そちらはね、予約なしで空いていれば貸し切りで使うことができるということでしたね。それからもう一つ展望露天風呂というのがありまして、それはですね、実はこの別館からさらに85段の階段を上って行かなくてはいけない場所にありまして、そちらは予約が必要で、こちらも予約をしてますので、こちらもね、後でお見せしたいと思います。それからね、お部屋で Wi-Fi が使えます。で、Wi-Fi のスピードはね、4.1Mbps ですので、ちょっと遅めかなという感じがしますが、銀山温泉でね、Wi-Fi が使えるということで、ありがたいなというふうに思いますね。そしてこちらにね、お茶菓子がありますけれども、こちらは古代米大福というふうに書かれてますね。あんこの餅みたいな感じでしょうかね。エアコンはしっかりとついてますね。あとはね、こちら24時間換気というのもあります。なかなかね、新しい設備になってますよね。ということで、能登屋旅館の本館川側は洋室、林道でしたけれども、いかがでしたでしょうか。館内を散策します。こちらは2階にある談話室。外から見ると本館中央の出っ張った部分になります。透かし彫りの欄間や曇りガラスの組み合わせがおしゃれですよね。つやつやの階段は大正時代当時のままのようです。こちらは3階の談話室、ほぼ2階と同様になっています。最上階4階の談話室、こちらは個室のようになってますね。透かしの入った障子など昔の面影を残しています。上は吹き抜けになっていて、本館の一番高い部分になります。能登屋は銀山温泉で唯一の日本人を守る会会員で、台帳にスタンプを押してもらうことができます。自販機コーナーがありました。この廊下の奥が別館となります。廊下がツヤツヤですよね。お風呂をご紹介します。まずは貸し切り風呂、洞窟風呂です。予約不要で空いていれば利用することができます。こちらがね、貸し切り風呂、洞窟風呂の着替えスペースとなりますね。やっぱりね、貸し切りなのでかなり狭い感じにはなってますよね。で、こちらに洗面とアメニティがね、少し置かれてますけれども、シャワーキャップとかね、そういうのがあります。そしてこちらで着替えるということになってますね。こちらは温泉の成分表。泉質は pH6.9、岩硫黄ナトリウム塩化物硫酸塩泉、
泉温は 66.5 度、源泉 100% かけ流しです。さて、それでは行ってみたいと思います。すごい、本当に洞窟みたいになってますね。結構ね、硫黄のいい匂いがしますね。いい感じの、そんなに強い感じではないんですけど、いい感じの硫黄の匂いがしてます。そしてこちらが洞窟風呂ということになります。これなかなかすごいですね。もう本当に洞窟みたいな感じになってますよ。こちらの少し奥の方までねありますので、結構広めになってまして、大人 4,5 人はね入れそうな感じの、そんな感じの湯船になってますね。湯船からね下全体はもう石でできてまして、この岩の感じの雰囲気がすごくいいですよね。はい、それでは洞窟風呂入ってみたいと思います。源泉 100% かけ流しなので暑いのかななんて思ったんですけども、意外とねちょうどいいぐらいの温度ですね。結構声がねすごい響きますけれども、もう本当ね貸し切り風呂にしてもね広さ十分ですね。本当これだけのお風呂がね貸し切りで入れるっていうのはすごくありがたいですよね。お湯はねこんな感じで若干濁ってて、特に触った感じツルツルするとかそんな感じではないんですけども、もちろんね源泉 100% かけ流しということになってますね。なんか本当ね洞窟に入ってるみたいな、そんな感じですごく面白いお風呂ですよね。続いて大浴場をご紹介します。大浴場は別館の1階から行くことができます。大浴場の前は湯上がり所のようになっていました。かなり新しい雰囲気になってますよね。まずは女湯をご紹介します。はい、こちらが大浴場の女湯ということになりますね。こちらにねお手洗いがありますけれども、こちらがね大浴場の女湯の脱衣スペースということになりますね。部屋数が15室ですので、それほど広い脱衣スペースにはなってないですよね。こちらの方に洗面がね3箇所用意されてますね。そして洗面にはこんな感じで化粧品がね用意されてますね。あとはねアメニティも用意されてます。シャワーキャップとヘアブラシですね。能登屋のね大浴場面白いのはね、こちらの秘湯シャンプーと秘湯リンス、日本秘湯を守る会のね宿には結構置いてあると思うんですけども、こちらの秘湯熊笹シャンプーがお好みで使えると。お風呂の中にもね別のシャンプーはあるんですけども、こちらも使ってもいいですよということですね。ではちょっとお風呂の方に行ってみたいと思います。でこちらが能登屋の女湯の内湯ということになります。こちらの内湯ですけれども、石で作られた湯船になってまして、大人 7,8 人ぐらい入れそうな結構大きめのね湯船になってますよね。で周りは木でできていて、上の方こんな感じになっています。洗い場もねしっかりと用意されてまして、洗い場は6つありますかね。pH6.9 ほぼ中性のナトリウム塩化物硫酸塩泉ということで、完全に濁ってるわけではなくて、半透明ぐらいの薄い緑色の濁り湯と、そんな感じになってます。とても綺麗な色ですよね。実際入ってみるとねちょっと体がねツルツルするような、そんなお湯になってましたね。では露天風呂行ってみます。で露天風呂はこういった感じで、周りがね木でこう囲まれてて、
まあまあのね開放感があるのかなというふうに思いますね。そして湯船はこの中、湯船は木造りのね、まあ大人4人ぐらい入れそうだ、それぐらいの湯船になってますね。このねやっぱ木の雰囲気すごくいいですよね。でこのやっぱお湯はねこの薄い濁り湯のお湯になってます。そしてこちら側もやはり柵がついてまして、で上の方からは山の景色が少し見えるという感じの露天風呂になっています。源泉はねこちらから出ていまして、源泉 100% かけ流しということになってますね。続いて男湯をご紹介します。入ってすぐねこちらにはトイレがありますね。まあ女湯とねほぼ同様の広さの脱衣スペースになってますね。15部屋ということもありますので、まあそれほど広い脱衣所にはなってないということですね。でこちらに洗面がやはり3つ置かれてまして、男性の洗面はねこんな感じで男性用の化粧品とか、あとはこういったひげ剃りとね櫛なんかが置かれてますね。そしてお風呂へ行く前にやはり女湯と同じようにね非糖シャンプーが置かれてました。非糖シャンプーと非糖リンスですね。こちらからまあお好みで使っていいですよということですね。そしてお風呂ですけれども、こちらが能登屋旅館の男湯の大浴場ということになります。まあほぼねレイアウト女湯と同様の石のお風呂で、まあ、大人 7,8 人ぐらいゆっくり入れそうな感じのお風呂になってまして、で上の方もこんな感じでほぼ対照的なレイアウトになってますね。で洗い場も同様に6つ用意されています。こちらのシャンプーは、アロマドールっていうんでしょうかね、そういったシャンプーが置かれてました。薄緑の薄い濁り湯ということになってますね。こちらもやはりねちょっとツルツルする感じのお湯で、とてもね温泉らしい感じのお湯になっています。そして露天風呂ですね。こちらがね能登屋旅館大浴場男湯の露天風呂ということになります。こちらもほぼレイアウト女湯と対照的なレイアウトで、周りはやはりね木で囲まれていて、上には屋根がかかっていて、そしてこちらからね山の景色が見えるような、そんな感じの、まずまずの開放感のね露天風呂になってますね。お湯もね同様の濁り湯で、こちらから源泉が 100% で流れてきています。源泉はね結構熱いので、時間帯なんかによってはちょっと厚めに感じることもあるかもしれませんね。もう一つの貸し切り風呂、展望風呂をご紹介します。別館2階の奥からはるか上、階段85段を登る必要がありますので、足の不自由な方はご注意ください。展望露天風呂は冬の間は閉鎖になるんですね。最初の階段はこんな感じです。ここを登るとさらに階段がありました。ようやく到着かと思いきや、この上をさらに登れば展望風呂があるということになりますけれども、もうねここからすでに滝がね見えてます。隙間から見えるようなそんな感じになりますけれども、さてこちらを登っていってみたいと思います。なかなかねここまでたどり着くの大変ですよね。結構疲れちゃうかもしれませんね。そしてこちらが展望風呂の入り口ということになります。
こちらはね鍵がかかってまして、こんな感じのね鍵になってますね。そしてこちらがね展望風呂の脱衣スペースということになります。やはりね貸し切り風呂で、2、3人程度の使用ということで、脱衣場自体はね狭めになってますね。そしてこちらにはね洗面が用意されてまして、ちょっとしたねアメニティもヘアブラシとかシャワーキャップなんかは用意されてますね。そしてこちらにはねトイレが用意されているということですね。ではこちらからお風呂に行ってみます。こちらが展望風呂ということになりますね。こんな感じでもう全体がね木造りになっていて、全体の雰囲気すごくいいですよね。お風呂もねかなり大きいお風呂になってますね。大人 3,4 人は入れそうなそれぐらいのお風呂になってます。そしてなんといってもこの奥に滝がね見えてるんですよね。白銀の滝っていう、銀山温泉の一番奥にある滝なんですけれども、今ちょっと木がね葉っぱが生えてはきてますけれども、それでもね十分見えますね。滝を見ながら入れるお風呂っていうのはねちょっとあんまりないですよね。これ素晴らしいですよね。洗い場もありますけれども、こちらシャンプーなんかはないので、もしシャンプーをしたい場合には自分で持ってくる必要があるのかなというふうに思いますね。そしてお湯はねこんな感じで少し濁った感じの濁り湯になってまして、非常に全体の雰囲気素晴らしいお風呂になっています。はい、それでは展望風呂入ってみたいと思います。ちょっとお湯がね熱めだったので水を入れて加水してしまいました。いやこれはね素晴らしいお風呂ですね。もう全体がとっても広くて、足は全くねそっちに届かないぐらい広いんですよね。でさっきちょっとねお湯が熱かったので水は入れましたけれども、それでもねこれぐらいの濁り湯になってまして、こちらのお湯はね硫黄の匂いはしないんですね。洞窟風呂のお湯と違ってこちらは混合泉ということで若干泉質が違うみたいですね。そしてやはりねなんといってもねこの湯船から上まで全体が木造りになっていて、ちょっとすだれはねかかってますけども開放感も十分ありますよね。そしてやはりこちらのね外を見るとこんな感じで、木が杉でしょうかね見えて、さらにちょっと乗り出さなくちゃいけませんけども、下の方には滝が見えて赤い橋がねちょっとだけ見えてます。本当にね銀山温泉の中でお風呂に入ってるということを実感できるような、そんな感じの素晴らしいお風呂になってますね。洞窟の湯とは違ってねこちらの展望露天風呂はチェックインしてからのね予約制ということになってますので、途中ね階段が85段あったり、その後さらに斜面があったりして登るのが大変ということはありますけれども、大丈夫という方はぜひこちらの貸し切り風呂を予約をして入ってみることをお勧めしたいと思います。お楽しみの夕食です。夕食は別館1階の桂でいただきました。畳の上にテーブル席となっていました。こちらがねお子様膳ですね。エビフライとカニグラタンですね。お稲荷さんとオムレツですね。なかなか豪華なねお子様ランチになってます。後からハンバーグシチューと刺身も出てきました。豪華ですよね。大人のメニューです。能登屋名物鯉の甘煮、滝川豆腐、尾花沢牛のしゃぶしゃぶなどが要注目です。ドリンクメニューです。
今回はね、能登屋ワインと一ビールを注文しましたよ。今回はこちらの能登屋、能登屋旅館って書いてますね。ちょっと入れすぎちゃった。人を守る会のビール、人ビールですね。こちらは子供用のさくらんぼソーダ。食前酒、先漬け、前菜、鯉の旨煮、滝川豆腐が最初から配膳されていました。先漬けのうるい。こちらも先漬け、ブナカノカ。こちらは前菜です。うどにしん。桜豆腐、見た目綺麗ですよね。ホタルイカ。こごみのごま和え。いただきます。どれからいこうかな。すごい、これ桜豆腐だって。ピンク色、春らしいね。なんか桜餅が豆腐になったような感じ。香りがする。ちょっと甘みがある感じ。とろとろ、美味しい。このね、こごみがとにかくさ、シャキシャキで美味しい。いい茹で加減。滝川豆腐、ところてんに豆腐を混ぜた銀山温泉の伝統料理です。ところてん、基本ところてん、切れてる。ちょっと待って、ほら、見て、ほら。面白い。ほら。本当だ。これ固めてんだよ、ほら。すごい。これを混ぜて食べてくださいっていうことなんで。うわ、美味しそう。もちろん普通のところてんじゃないけど、中にやっぱり豆腐とかが入ってるからつるんとしてるっていうよりはちょっとね、こうブツブツしてるって感じ。さっぱりしてて美味しい。独特なものがいろいろあるよね。能登屋ワインとか、この滝川豆腐もそうだし、あと鯉のお刺身も鯉のお刺身があるし、そう、あとね、鯉の甘露煮ね。そしてこちらが能登屋旅館名物の鯉の甘煮。今回はこれが食べてみたかったね。これ鯉だよ、鯉なんて食べるんでしょうか。醤油の匂いだ。普通に臭みもない。すごいガリテリッテリに似てる。全然臭みもなくて、鯉って言わなきゃいいのにって感じで美味しい。この宿はこれが、この鯉のね、甘露煮は定番なんだよね。ご飯と一緒に食べたい感じ。でもご飯は今日は鴨汁もついてくるからね。お作りはボタンエビ、ホタテ、マグロ、タイ、鯉の洗い。これがお刺身ですね。これ鯉の洗いね、ちょっと珍しいですね、鯉の洗いね。コリコリしてる感じ、美味しい。こちらはタイですね。こちらはマグロですね。こちらはおしのぎのそば。お蕎麦屋さんが結構あるよね、銀山って。手打ちで。お蕎麦も美味しい。おかみさんが挨拶に来てくださいました。3人おしんの撮影がうちでねやってるんですよ。前回3階の部屋とか。そう、3階の部屋だったの。貸し切りで。前回貸し切りだったんですよ。撮影の時は。撮影の時、1週間はね。1週間。そうテレビは初めてだったからね。うちでも何が何だかわからないうちにちょっと終わっちゃったり。音羽信子さんがおばあちゃん役、真ん中が田中裕子さん、子役が小林綾子ちゃんだったんですね。で一番最初のご案内は回想シーンから始まりますので、音羽信子さんが83歳になって東京からふっと戻ってくるのがうちなんですよ。そこにお孫さんが急にいなくなったっていうことで、
こけしを見つけましてね、銀山のね、これをおばあちゃん大事にしてたということで、銀山温泉じゃないかということで探し当てまして、でうちの3階から見てるところを見つけて、ここからスタートするんですね。子役の綾子ちゃんが方向に行ったのが酒田で、酒田なんですよ。諏訪さんの泉ピン子さんが出稼ぎに来たのが銀山なんです。あ、そうなんですね。そこに子役の綾子ちゃんが会いに来る場面とかね、そういう場面とか。これが尾花沢牛のしゃぶしゃぶということで、ちょっとすごい美味しそう。すき焼きよりさ、しゃぶしゃぶが好きだけど、もっと脂っこいのかなと思ったけど、あっさりしてるね。やっぱりしゃぶしゃぶの方が好きだな。柔らかい、美味しいわ。これがね、おかみさんからいただいたスイカの漬物。面白いですよね、スイカの漬物ね。初めてですね。辛め。天ぷらはレンコン、タラの芽、こし油、舞茸、うど。うども入ってる。うどね。うど好きなんだよな。うどって言われないとなんだろうなって感じ。でも美味しい。関西の味がするわ。山の味がする。レンコンに何か入ってますね、これね。すり身みたいなのが入ってるね。こちらのお椀は鴨汁でした。お食事ですね。山形県産のつや姫。山形といえばやっぱりつや姫ですよね。鴨汁ということで、鴨肉のね、つみれが入ってるんですね。あとはお新香ですね。鴨のお肉につみれ、鴨のつみれ、鴨尽くしだよ。醤油でね、出し取って。あー、美味しい。すごいこう鴨のね出汁が出てて、油もすごいたっぷり。そうだね。油がすごいね。でも別に脂っこいわけではなくて美味しいですね。山のきのこがねすごいたくさん入ってて、もうほんと天ぷらもそうだしね、鯉もそうだし、もう山尽くしですよね。ほんとすごい。こちらはデザート。手前にあるのは桜プリン。食事の間にお部屋に布団を敷いといてくれました。能登屋旅館の川側のお部屋からの夜の景色です。すごいですよね。お部屋からねこれだけの景色がね見えるんですよ。ほんとすごいですよね。この下のね赤い橋、これもほんとライトアップされててすごい綺麗に見えてます。こんな感じでね、やっぱり夜の景色がね、やはりこの銀山温泉素晴らしいので、特にあちらの赤い橋の向こう側からこちらの能登屋旅館側を撮る方が本当にたくさんいてね、こんな感じで橋を渡って向こうからこちらを見るような、そういう方が本当にたくさんいますね。外に出てみました。この景色やっぱり最高ですね。ガス灯が灯る街並みも素晴らしいですよね。今回のお目当てはこちらのお店、伊豆の花。食事、スイーツ、お酒をいただける喫茶店のようなお店。2階からは街並みも見えます。これが合算地ビールですね。
がそばソフトの黒蜜ときなこがけと。まずはそのままそば粉かなこれ。ソフトがそんなに甘さちょっと控えめな感じなんで、黒蜜をかけると美味しくなりますね。きな粉をかけると香りがやっぱりね変わりますね。いつまでも見ていたくなるような夜景ですよね。いい天気だったので夜まで人がたくさん出ていましたよ。能登湯の上には満月が出ていましたよ。お部屋からのタイムラプス映像です。暮れゆく温泉街をご覧ください。朝のお部屋からの景色ですね。朝はね朝でやっぱり昨日の夜とはね違った景色が見えますよね。今は本当にもう人が全然歩いてなくて、そのままのね金山温泉を見ることができますね。はい、では今から朝食を食べに行ってきます。朝食の会場は本館4階喜楽、畳敷きにテーブルの広めの会場です。こちらが子供用の朝食ですね。大人と似てますけどちょっと品数が少なくて、こちらの、ソーセージとかねかまぼことかそういうのが置かれてますね。こちらが大人の朝食、すごい豪華ですよね。こちらは湯豆腐でこれね温めていただくということですね。こちらのタレもねここで温めるという湯豆腐になってますね。こちらは小鉢になってますけれども、こちらのお皿には煮物、ブルーベリーヨーグルト、むきそば、おひたし、きのこの和え物、お新香がありました。お皿には焼き鮭、玉こんにゃく、佃煮、たけのこと麩の煮物、こちらはサラダ、温泉宿の定番温泉卵もありました。メインはねこちらのご飯ですかね。今回はねおしん飯、こちら味噌汁はやっぱりなめことかね山菜が入ってますよね。まずこちらのねおしん飯食べてみます。美味しいね。ちょっと薄い塩味で、この大根の葉っぱがね大根の葉っぱと大根の実が入ってますね。多分おしんが食べたおしん飯よりずっと美味しいと思うけどねすごい口パッカリ開けてるわカリッカリ、頭までいけるよ。口開けてるから頭からパクっていった方がいい。何だったのこちらは湯豆腐、これは玉こんにゃくね。玉こんにゃくも結構山形では有名ですよね。
これはそばの実ですね。結構ね、山形に来るとこのそばの実が出てくるんですよね。やっぱ山形はそばが有名なので、さっぱりした味、美味しい。ブルーベリーヨーグルトですね。食後は山帽子でコーヒーをいただきます。街並みを見ながらいただくコーヒーは絶品でした。チェックアウトまで少し時間があったので、向かいの江戸屋へ行ってみました。お菓子から工芸品まで様々なものが売られています。お目当てはこちらのカフェクリエ。こちらの2階からは能登屋の全景を見渡すことができます。今回はバナナミルクシェイクをいただきました。チェックアウトです。料金やプランの詳細は説明欄をご覧ください。金山温泉能登屋旅館いかがでしたか？歴史と伝統、素晴らしいおもてなしに感激した宿泊でした。これからもいろいろな宿をご紹介してまいりますので、チャンネル登録の上引き続きご覧ください。